今回はウィリアムズの FW15C ですね。車1台を深く掘り下げるシリーズをやりたいと思います。パート1です。チームから見たアラン・プロスト。92年お休みをして93年ウィリアムズから復帰したプロストなんですけども、チームから見てこんな点が気になってたんじゃないかなと思います。まずね、ハイテクへの対応ができるのか。でそもそもプロスト自身がどれぐらい速いのか、ブランクの影響、1年お休みしてたね、何か悪影響はないか、こういうところがねチームの懸念というかね、気になるところだと思いますね。注目して見ていきたいと思います。今回も GP カーストーリーをね参考にさせてもらってます。空力担当エイドリアン・ニューウェイ、シーズン前のテストでタイムが良くなくライバルに追いつかれたのかとチームの誰もが落ち着きをなくし始めた。シーズン前のテストでタイムが良くないと、あれ今年はうちの車速くないのか心配になりますよね。みんなしばらくしてようやく1周をまとめようかというと、ライバルより1秒近く速いタイムを出した。はい、プロスト選手、なんとなくこれイメージ通りなんですけど、いきなりは全開走行しないんですね。セッティングが煮詰まってきたりとか、コースの状況を見てとか、彼なりの判断のタイミングがあるんでしょうけど、ようやく一周をまとめようかっつって全開かどうか分かんないですけどね、アタックしたと。でライバルより1秒近く速いタイムを出した。少し前のドライバーの世代の考えを受け継いだようなところがあり、自分の役割を果たすのに必要以上のリスクを取らなかった。そういう賢さは称賛に値する。リスクを取らないっていうのはこれプロスト選手のスタイルですよね。しかもこの年で引退しますから、年を追うごとにね、余計にリスクを避けてたっていうのはあると思いますんで、これはある程度やむを得ないと思います。はい、次はね、プロスト担当エンジニアのデイビッド・ブラウンさんですね。プロストはハイテク装備に素早く適応できたかというね質問に対して、手慣れたものさ、さすがだと思ったよ。自分のペースをつかむのに時間を費やしたりはしなかった。はい。ハイテクもね、すぐ使いこなしたというね、そういう趣旨のことを言ってますね。データを重視するのが彼のやり方。ルノーから提供されるデータに真剣に向き合っていたね。驚くほど几帳面でハードワーカー。はい。もうね、この時はデータが命の時代に入ってますから、ちゃんとね、プロストはそのデータを見て分析してたってことですね。はい。はい、次は技術サイドの親分、パトリック・ヘッドさんですね。最後まで理解し合えなかった。デビットと絶えず車のセットアップに悩んでいた。アクティブを好んでおらず、アクティブの方が早いことは理解していた。はい、まず最初にね、最後まで理解し合えなかった。何ですかね、最後までなんかドライな部分が残ったまま終わっちゃったんですかね。はい、で次も気になるんですけど、デビッドと絶えず車のセットアップに悩んでた。さっきデイビッド・ブラウンさんはハイテクをすぐに使いこなしたみたいなこと言ってましたよね。だけどパトリック・ヘッドさんから見ると違うんですね。ずっと悩んでたというね印象なんでしょうね。はい、でアクティブを好んでおらず、これはプロスト自身も言ってますよね。自分はマンセルとパトレーゼの中間のタイプだって。だからアクティブが別に大好きという人じゃないんですね。自分好みのセットアップを探すのに何時間も費やしていた。シーズン序盤はナーバスになっていたようで、腰を据えてドライブするようになった結果、ライバルを突き放した。はい、やっぱねセットアップに時間がかかってたって言ってますね。でシーズン序盤はナーバスになって、序盤はねセナに何回か負けたりして、だけど中盤からはね圧倒的に速くなりましたよね。その辺もねパトリックさんは見てたんでしょうね。アクティブサス開発パディ・ロー、パディ・ローさんはマクラーレンに移籍しちゃうんでシーズン序盤しかプロストを見てないんですけど、はい、アランは速いドライバーでプロフェッショナルだった。テストは正直やりにくい面があり、ベストラップは頭の中で完成させて、全力のラップは予選の日まで取っておいた。はい、一番最初に紹介したニューウェイさんとほとんど同じこと言ってますね。なかなか全力で走ってくんないんですね。これエンジニアの人からしたら困るんでしょうね。今うちの車はどんぐらい速いんだっていうのが分かりづらくて、こう計算できないっていうか
ね。ルノーエンジンの責任者のベルナール・デュドさんですね。ドライバビリティとエンジンの使い方に関しては協力しながら改善に取り組んだ。ミリ単位のアクセル操作に機敏に反応する必要がある。エンジニアたちをうまく導いてくれた。はい。エンジンのね使い方に関してそれをちゃんとエンジニアにね伝えて導いてくれたって言ってるんでしょう。ただエンジン全般にはあまり興味を持っていなかった。はい。これがなかなか意外な発言というかね、エンジン全般に興味がないと。だけどねこれ実はね意外じゃないんですよ。以前にホンダの後藤さんも全く同じこと言ってたんですよ。プロストはエンジンに興味がないから説明をしても聞こうともしない。なんかその時はプロストがフェラーリに行く時だったんで、また後藤さんプロストに厳しいこと言ってとか思ってたんですけど、厳しくなかったんですね。ルノーから見てもやっぱりそうだったんですね。はい、後藤さんごめんなさい。はい、じゃあまとめですね。チームから見たプロスト、ハイテクへの対応はどうだったか、速さはどうだったか、ブランクの影響はあったのか、この3点ですけど、はい、ハイテクへの対応はパトリックヘッドから見ると不満があったと、時間がかかってたっていうことですね。でプロストの速さはこれはね全開で走るのは予選だけ分かりづらい、これ全開って私書きましたけど本当に全開かどうかも分かんないですよね。ポールポジションを取れるだけのタイムを出せばいいとか、ミニマムの速さで走ってるようにも見えたんで、本当の全開ではないのかもしれないですね。ブランクの影響は、はい、これに関しては指摘なかったですね。実際ね93年シーズン見ててねやっぱりプロストレース戦略もね素晴らしいし予選だってちゃんと早く走るべき時は早く走ってましたから、1年休んでたからなんか衰えちゃったっていうかねそんなことはなかったですね。はい。この辺が、チームから見たプロストの印象ということになりますね。はい、またねこの車のシリーズ、続けていきますのでよろしくお願いします。いつもねコメント高評価ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。